皆さんこんにちは、よそうです。今回は P5X2 人目の水着キャラクター水着モコの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。水着モコはスキルの効果で敵に火花というポイントを貯めていきます。この火花が合計3つ溜まった時、水着モコは火花を3つ消費して敵全体への攻撃と味方への回復を行います。ダメージ回復量ともにそこそこですが、火花は高頻度で溜まっていくため1ターンに1回か2回はこの効果を発動することができます。この追加攻撃には敵からのダメージを減らす効果もついているため、味方の耐久を保ちながら敵への攻撃を繰り返していくことが得意なキャラクターです。スキル1ではランダムな敵本体に連動ダメージを与え、1回ごとに火花を1個付与します。火花が4回たまり即座に追加攻撃を出すことができるため、シンプルな攻撃兼回復スキルになりますね。このスキルで発動した追加攻撃は回復量とダメージがアップするという効果も持っています。スキルには味方単体を回復しながら2ターンの間攻撃力と効果命中をアップします。さらにその味方がスキルダメージを与えた時、1段ごとに1つ火花を付与するようになります。こちらの効果では最大5つの火花を付与することができます。味方を回復強化しながら追加攻撃の条件も満たすことができるスキルですね。スキル3は敵全体に連動ダメージを与えながら2ターンの間敵の火ダメージをアップします。さらに味方が敵を攻撃した時最大5回まで敵に火花を与えます。敵にデバフを与えながら追加攻撃による回復もこなすことができる水着モコの主力スキルですね。ハイライトはランダムな敵単体にダメージを与えながら1段ごとに火花を付与します。こちらも火花が3つ溜まるため即座に追加攻撃を発動することができますね。水着モコの使い方としてはスキル2とスキル3を交互に使っていくのがいいと思います。水着モコ自身の火力はそこまで高くないので、あくまでサポーター兼ヒーラーとして使っていくのがいいですね。スキル2で味方を強化しながらスキル3で敵に火ダメージアップを与えていきましょう。水着モコのスキル一覧はこんな感じになっています。追加攻撃は敵が少ないとその分ダメージが少し上がり、またダウン値が減らないことが書かれています。パッシブスキルは自身の治療ボーナスが高ければ高いほど水着モコの粘土ダメージと最大 HP がアップする能力、そしてスキル2を使うと追加で味方の最大 HP を上げる能力が書かれています。水着モコはスキル2の効果命中のアップ量が最大 60% 近く上げることができてとにかく多いです。これから実装されることが確定している物理の多難ヒットアタッカー、そして粘土属性のノワールはどちらも効果命中が高いことが重要なキャラクターみたいなので、水着モコはおそらくその2人のキャラクターのサポーターとしてデザインされています。なので現状効果命中が必要なキャラクターはほぼいませんが、近い将来効果命中が必要なアタッカーが実装されると思っていてください。水着モコの武器効果一覧はこんな感じになっています。星5武器は治療ボーナスを上げながら余ダメージと回復力が上昇、さらに追加攻撃を受けた敵に火ダメージアップを与え、攻撃性能、回復性能、デバフ性能の3つがアップします。また通常モコの星5武器ですが攻撃力が 30% アップし、味方にスキルを使った時その味方の攻撃力をアップする効果があるので、スキル2のバフの量が上がるんですよね。睡眠を与える時効果命中がアップするという効果は完全に無駄にはなってしまいますが、通常星5武器も悪くない選択です。水着モコのおすすめ刑事カードセットはこんな感じです。バージョン 2.0 で追加された誠実と愉快のセットがおすすめになってます。水着モコのダメージを底上げしてくれますね。おすすめメインステータスは月が治療ボーナス、星とタツは他のアタッカーと同様クリティカル率と攻撃力になっています。特に治療ボーナスはトモコの回復力と火力に大きく関わっていますが、サブステータスで上げることはできません。星5武器を貫突していない限りは月は治療ボーナスにしてあげるのがおすすめです。サブステータスは他のアタッカー同様攻撃力やダメージボーナス、クリティカル率を上げてあげるといいでしょう。水着モコの突効果はこんな感じになっています。1つ目で追加攻撃1回ごとに敵の防御力ダウン、さらにスキル2が全体回復になるという強力な効果をしていますね。水着モコは通常星5武器も悪くない性能をしているため、限定星5武器ではなく1凸効果を優先してあげた方が使い勝手が良くなると思います。3凸目では追加攻撃が2回発動した時ランダムな敵1体に火花を追加、5凸目では3段だったハイライトが5段に増え火花を5回付与するようになります。
6突目では追加攻撃の性能が大きく上がりクリティカル率が 35% アップ。さらに追加攻撃1回ごとに敵に被ダメージアップを追加し、被ダメージアップが3つ溜まった時敵が受けるクリティカルのダメージを 20% アップさせます。それでは水着モコの強みと弱みについて見ていきましょう。水着モコの強みは効果命中サポーター、ヒーラー、デバフ役の1人3役をこなせる点です。スキル2で味方団体の効果命中を大幅に上げながら味方全体を回復。さらにスキル3で敵にデバフを与えることもできます。弱みとしてはまず効果命中が必要なアタッカーがまだ実装されていない点です。正直これから実装される効果命中アタッカーのパーティーに使わないのであれば、工場キャラクターで回復量が圧倒的に高く味方へのバフもこなせるマリアンを使った方が大抵の場合は良いです。水着モコはマリアンと比較すると回復量が少ない代わりに敵にダメージを与えることはできますが、現状の P5X はパーティー全体で攻撃するよりもメインアタッカー1人にバフを集めて敵を攻撃する方がダメージが出ます。なのでモコの敵全体に粘土ダメージを与えられるという点があまり強みにならないんですよね。ベルベットルームのランキングバトルはパーティーが2パーティー要求されるため、マリアンとモコ、ヒーラーが2人いてもいいとは思いますが、今まで実装されているランキングバトルではヒーラーがあまり重要ではなく、回復はワンダーに任せるというパターンが多いです。なのでこれから実装されるキャラクターやコンテンツで評価が大きく変わってしまうキャラクターだと思います。さらに同じ粘土属性の星4通常モコが使えなくなってしまう点も注意が必要です。モコのおすすめパーティー編成ですが、ヒーラー枠として自由に編成してあげるのがいいと思います。先ほども言ったように現状スキル2で効果命中を上げたいキャラクターがおらず、粘土アタッカーもまだ未実装であるため、粘土キャラクターで固めた粘土パを組むこともまだできません。水着モコが最適というパーティーはこれからの実装に期待しましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。水着モコは明らかにまだ実装されていないキャラクターのサポーターとしてデザインされているため評価が難しいですね。解説動画としてはっきりしない部分があり申し訳ありません。もちろんこれから実装されるキャラクターと水着モコとの相性は解説していく予定です。またサポーターとしては新キャラの実装待ちという話をしましたが、純粋なヒーラーとしてはシンプルに優秀な性能をしているので、水着モコを引いた方はパーティーに編成して使ってあげてみてください。このチャンネルではこれからも P5X の動画をどんどん投稿していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。